こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサム花です。英語の先生と日本語の先生もしています。今日は翻訳者に必要な英語力についてお話ししたいと思います。よく翻訳者になるにはどれぐらい英語を勉強したらいいんですかって聞かれることがあるんですけれども、ちょっと一口には簡単に言えないのでちょっと説明しますね。翻訳って英語と日本語2つの言語を行ったり来たりする仕事です。で、行ったり来たりする仕事なので、母国語の日本語がこれぐらいあったら英語もだいたいこれぐらいのレベルがあるとこう行き来するのが簡単になるわけですね。で、日本語がこれぐらいの時に英語がもしこれぐらいしかないっていうのになると英語を読んだ時に完全に分からなくって、この抜けてる部分っていうのを推測しなければいけなくなります。で、推測すると誤訳が生まれるので良くないということになります。で、翻訳って一口には言えないんですけど、伝言ゲームとちょっと絵描きの要素があると思っています。どういうことかというと、まず作者の人が何か思うじゃないですか。で、頭の中にイメージがある。で、それを言葉にする。で、それを今度は翻訳者が読んで、で、作者が描いていたのと同じイメージを読者が描いてもらえるように言葉で絵を描くっていうような仕事が翻訳だと思っています。例えば大きい家っていう風に作者が言ったら、その大きい家がひょっとしたらレンガの家かもしれないし、木でできた家かもしれないし、わからないんだけれども、それを読者の人が読むときに翻訳者は全く同じイメージというか、全く同じイメージに近づけるようにいろんな言葉を駆使して同じイメージが描けるように工夫しなければいけないのが翻訳の仕事だと思っています。なので伝言ゲームっていう要素と絵描きっていう部分があるので、絵描きであればたくさん絵の具を持ってた方がいいし、絵の具の名前も知ってた方がいいし、筆もたくさん持ってた方がいいし、絵の描き方もたくさん知ってた方がいいわけですね。なので英語力は高ければ高いほどいいと思います。たまに最近産業翻訳ならそんなに難しい知識は必要ないんじゃないかっていうふうにいう話を聞くことがあるんですけれども、私はそれはちょっと違うと思っています。なぜかというと、産業翻訳の需要が発生する背景っていうのは、海外から新しいコンセプトとか新しい商品が入ってきた時に翻訳の需要が発生するわけですね。なので今まで日本で使われている概念とは違う概念が入ってくることがあるし、今まで日本にない概念が入ってくるっていうこともあるわけなんですね。例えば私が翻訳を始めた当時っていうのはドットコムバブルっていうのがあって、インターネットで稼ぐとかバナー広告とかアフィリエイトとかそういう言葉が入ってきたんですけど、当時インターネットで稼ぐっていうこと自体が日本では考えられないことだったので、バナー広告とかってただバナーって書いてるからバナーって訳しても、それでどれだけ日本人の読者に意味が伝わったのかっていうのですごく翻訳者は悩んだりしたわけですね。だから新しい言葉をまず考えつかないといけない。あと新しい言葉を考えついたらそれをどうやって伝えるかっていうのをどうやって伝えたら読者に分かりやすく納得して受け入れてもらえるんだろうかっていうことを考えなければいけない。そういう部分が産業翻訳にもあるので、なのでそんな OK をクリックします程度でいいよっていうのはちょっと足りないのかなっていうふうに私は思っています。で、実際にどれぐらいのレベルが必要なのかっていうこともよく聞かれるんですけれども、それもちょっと一口には言えない部分があると思っています。ちょっと分かりやすくするためにちょっと逆の立場で考えてみたいんですけど、私はアメリカの大学で日本語を最近まで教えていたんですね。で、あいうえおとかそういうのを教えてると、アメリカ人の学生の中にも翻訳者になりたいんだけどっていう風に言ってくる人が何人かいました。
で、正直私はそんなに上級レベルは教えてなかったので、初級とか中級とかその程度で翻訳者になれますかって言われたら、正直ちょっと未知数が多すぎて保証するっていうところまではいかなかったですね。まあこの調子で勉強を続けていけば翻訳者になれるかもしれないけど、今のレベルではちょっと翻訳者になれるかどうかはわからないっていうのが正直な感想でした。日本で例えばそれぐらいのレベルで英語を勉強してるっていう方も同じような環境にいるんじゃないかなと思います。ただ一つだけ言えるのは、初級とか中級とかそれぐらいのレベルで語学を勉強してる学習者の中にも、こういう勉強の仕方をしてるんだったら翻訳者になれるかもしれないっていうふうに私が思った共通の要素っていうのはありました。それは何かっていうと、もしわからない単語とかわからない文法事項があった時にそれをそのままにしない。で、わからないことが気持ち悪い。それで先生を捕まえて分かるまで納得して食い下がって聞く。それで分からないことがない状態で先に進む。で、分からないことがあっても先に進んでも絶対にどこかで分からないことを解決するっていう態度で語学を勉強している学生っていう学習者っていうのは見てて、あ、この人は翻訳者になれるかもしれないっていうふうに私は思いました。なので今のレベルがどうかっていうのは一概には言えないんですけれども、そういうふうに分からないことをそのままにしない。分からないことは先生に食い下がってでも質問して、で全部分かった状態で先に進んでいくっていう勉強の仕方をしている人であれば、いずれは翻訳者になることができる可能性があると思います。少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you next time.